さてどうも皆さん、本日もお疲れ様です。暑い日々の中、我々はよくやってますよね。頑張ってると思います。そんなバチコリ暑いシーズンにやっぱり毎年食べたくなるのは焼き浸し、野菜の焼き浸しだと思うんですよ。どうしても食欲が落ち気味になってしまう中、たくさんのお野菜たちをさっぱりだけれど満足感のあるような味わいでいただくと、そんな野菜の焼き浸し、醤油、酒、みりんの定番の味がベースになっちゃうと、どうしてもいつも同じ感じだなと、ちょっと違うパターン欲しいなっていうね、そんな方にぴったりなね作り方紹介してるんで、ぜひ最後まで見てってください。結論から言うと、トマトジュース使うんですけど、食塩使ってないやつ、よくスーパーで見かけると思うんですけど、意外と飲むだけじゃなくてね、料理にも使いやすいので、美味しくするポイントもお伝えしながら説明しようと思います。野菜自体は本当好きなもの入れてもらえればと思うんですけど、個人的におすすめなのはやっぱりズッキーニだったりナス、あとパプリカあるといいですね。パプリカ、オクラとか、そういうなんかもう夏といえばみたいなのは絶対に入れた方がいいんじゃないかと。でパプリカはこれ本当お好みなんですけど、皮ね剥いておくとね、またこれがね美味しいんですよ。皮付きでね食べる機会の方が多いと思うんですけど、ぜひねまだやったことないっていう人は皮ピーラーで剥いてみてください。一手間ですけどね、この一手間でねパプリカ全然味わい変わるんですよね。焼き浸しとかはパプリカだったり、あとはピーマン、赤唐辛子とかありますよね。そういったものを使っていくと、野菜の中でもちょっと個性があると僕は思うんで、チョイスに入れていいんじゃないですかね。これらの野菜たちはカットはお好みなんですけど、パプリカとかピーマンとかはちょっと大きめ、本来のこの形が残るようなカットの仕方が見栄え的にも楽しめますね。細かいことなんですけど、こういった種も取っておいて、なるべく雑味というか、そういった、食感もねちょっと変わってくるので、ない方がいいんじゃないかなと。でお次はマッシュルームあるといいですよ。シンプルに味が美味しいし、焼き浸しの液体にマッシュルームが使ってるだけで、マッシュルームの旨味で液体美味しくなりますから。あとブロッコリーもやっぱあるといいっすよね。でこれらの野菜見ててお分かりになるかもしれないんですけど、基本的に火が通りやすいであろう野菜たちをチョイスしてます。ブロッコリーとかその中でも少し火入れに時間がかかる方だと思うんですけど、そういうのは隠し包丁、さっきみたいに茎のところとかに入れて火の通りを助けてあげます。火が通りやすいようにね。しかし暑い日がねガンガン続いてくると、どうしても食欲落ちて食べるのめんどくさいなというか、なんか食進まないなってなっちゃう日がねたびたびあるじゃないですか。わかりますよ。私もそういう日結構ありますけど、やっぱね食べないとダメですよね。エネルギーがない状態で動くことになっちゃいますから。でもこのね焼き浸しは安心してください。今日朝何も口入れたくないなっていう時でも、冷蔵庫開けてこれ見たらつい食べたくなっちゃう、そんな力ありますから。今から焼き浸しの液体作っていきます。トマトジュースとチキンブイヨン、市販のやつで大丈夫です。あとローリエ、白ワインビネガーと白ワイン、黒胡椒も少しと蜂蜜、やっぱねこの甘みが大事ですね。と醤油はほんとね、香りというか、あんまり味に反映させない程度に入れておきます。醤油のね香りもやっぱり大事ですね。で一煮立ちしたら、これを焼いた野菜たちを並べるであろうバットに事前に移しておきます。オリーブオイルちょっと振っておくといいですね。
あとそうだ、ニンニクのすりおろしフレッシュで少しだけ、少しで大丈夫です。もう少しでね十分強いんで。さて、そしたらカットしておいた野菜たちを焼いていきますか。順番はね、なるべくこの通りやった方がスムーズだと思います。まずはズッキーニ焼き始めて、パチパチ言い始めたら塩でひっくり返して、しっかりと焼き色ついてるなっていうのを確認したら、また焼き色の方に使用してください。ポイントはね、やっぱちょっと攻め気味にしっかりと焼くっていうことが大事です。この焼き色がね甘いと、つけ汁に入れた時に色落ちちゃうんですよね。そうするともったいないので、ちゃんと焼いたという作業の痕跡が残るような仕上がりにしましょう。お次はナスはねちょっと塩をして、でオイルも最小限にしておきます。でこれ蒸し焼きにするとね、結構こうナスから水分が出やすくなって、なんだろうな、油を吸いづらくなる気がするんですよね。これナスから水分が出てこないで焼いてると、ナスがねやっぱどんどん油吸ってって、油全然足りないんじゃないか問題がね発生しやすいんですけど、蒸し焼きにするとね、それがね割とこういい感じになるんですよ。ちょっとね試しにやってみてください、ぜひ。でズッキーニもナスも火入りやすいですからね、表面バチッと焼いたらもう引き上げて OK です。次はパプリカとピーマン、これらも火入れっていう時間で言うとほぼ同じぐらいだと思ってもらっていいと思うんで、香ばしく焼き色がついたらこうソテーするような感じですね。全体をフライパン回すような、そんなイメージで馴染んだら引き上げます。バットがねちょっと入らないんじゃないかと思って、今別のものに分けて用意しました。はい、次はヤングコーンとオクラ。若干ヤングコーンの方が火入るの時間かかるかなとは思うんですけど、なんとかここはね合わせられると思うんで、同じタイミングでいいんじゃないんですかね。ちょっとオクラの方がやっぱ早いと思います。気になる人は分けてもいいんじゃないですか。でこれフライパン基本的に洗わないでそのまま使い続けていくので、次はマッシュルームですね。マッシュルームとあと、ブロッコリー。まずマッシュルーム、片方焼き色つけて塩をして、ちゃんと味を引き出してからブロッコリーも入れると。このブロッコリーは茹でないので焼きで持ってきます。焼きだけで持ってけんのっていう話なんですけど、これマッシュルームと一緒に蒸し焼きするんで、マッシュルームからね水分出るんですよ結構。それで蒸気がたくさん出て、ブロッコリーのね中まで火が入るというね。でちなみにこれねほんとやり方覚えてほしくて、これやるとブロッコリーマジで美味しくなります。これはねほんとうまくなる。ちょっとねテクニックいるんですけど、ここぐらいですかね、今回の料理で火入れとしてちょっとだけコツがいるのは。で、液体にトマトを使ってるんですけど、やっぱりこうねフレッシュなトマト感っていうのも欲しいので、ミニトマト表面の皮がねちょっと、破けるぐらい焼いたら OK です。フライパンに野菜たちのね香りや旨味が残ってるので、水とほんの少し一つまみの塩をして、これもねもったいないので余すところなく、焼き浸しの液体に加えていきますと。こんな感じで全部焼き上がったので、上から紙とかね引いておくといい感じに浸かると思います。それで数時間から場合によっては一晩寝かせたのがこちらです。もう見た目美味しそうでしょ。バットはね結局一つにまとめました。で仕上げにすだちの皮、これがねいいんですよ。これがアクセントとして最高。さあというわけでいただいていきましょう。こんな感じにバットに綺麗にドレッセされてると、食欲がさらにこう増しますよね。おお、すごいスッキリしてんだこれ。さあどれぐらい使ってるか。
が染みてるよ。もうトマトのこう酸味もありつつ濃厚さっていうのがなんかこうそこにあって、それにチキンブイヨンの旨味と、あとローリエのハーブ感、すだちのこの最後のアクセントっていうのがまたいいっすね。白ワインとか白ワインビネガーも入ってるからやっぱすっきり食べれるけど厚みがある。そう、厚みがあるんですよね。夏は最高じゃないですかこれ。うまい。いろんな野菜入ってるからね、こう浸かれば浸かるほど時間が経つにつれて全体的にまとまりがまた出てくるからね、そういう意味でも楽しいっすよね。一日で食べ終わらない楽しさ。パプリカやっぱ皮むいてるから最高っすね。このマッシュルームがねまたねちょっといい緩急になるんですよね。夏野菜がほとんどを占めてる中でマッシュルームのこの肉厚感というか、それがあるだけでまたねこの焼き浸しの表情変わるんですよね。いや、夏で食欲ない人ほど食べてほしいよこれ。というわけでトマトジュースをベースにした野菜の焼き浸しでした。まだまだ暑い日が続くんでぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。